はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月前半の星の動きの補足とタロットリーディングをさせていただきます。本当は11月27日の満月までに動画を撮りたかったんですけど、ちょっとできなかったので遅くなってすいません。それと12月12日に YouTube ライブを行います。夜8時から。そこで2024年の星の動きを解説するのと、そういった星の動きがたくさん載っているカペラノートの使い方説明会というか説明をさせていただきます。一緒にね、どうやって読むかっていうのをやっていきます。それとですね、もう一つこのホロスコープブックをご購入いただいた皆さんの中で、もし質問がある方はそこでも12日にね、一緒にお答えしますので、ぜひ質問なりコメントなりお寄せいただけると嬉しいです。で、カペラノートって何ですかっていう方は概要欄に載せていますので、リンク先からご覧ください。では行きましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。12月前半です。ワールド逆、カップ3、カップ6逆、節制逆、ワンと9、女帝、ストレングスです。はい、なんかすごいいい流れですね。気をつけることや対策は、ソードのナイト逆とソードキング逆、オラクルはワンド4です。なんかすごく愛に満たされてる期間みたいですね。この2週間、12月前半。一番目立っているのはすごく人間関係が濃いなっていう感じです。で、今はこの11月の末ぐらいはなんとなく自分が幸せなはずなのにその幸せを感じられないとか、あれなんかちょっとなんだかなみたいなこと、いろんなことを考えやすい。もっと違うこういう現実があったかなとか思ってみたり、こう今ある自分というものを否定してどこかにもっといいものがあるみたいなことを感じやすいのかなって感じがするんですけど、かといって何かをめちゃくちゃ落ち込んでるとか自分を見失ってるっていうわけでもなく、その嬉しいことももちろんあるし、友達もいるし、なんか喜びもあるしっていう、なんか変な言い方するとちょっとぬるま湯に浸かってるみたいな感じもあるのかなっていう感じがあり、その中でだんだんその新鮮なフレッシュなこう喜びっていうものを感じにくくなったり、これでいいのかななんて思ったりするっていう感じなんですけれど、そういう時はですね、ちょっと客観的にね、11月27日の満月動画でもお話ししたんですけど、客観的に捉えるようにしてみてください。で、今星の動きではすごく自分の心の中とか家の中を整えるとか、自分の精神状態、心を整えるっていうのがものすごくいい時なんですね。で、これが悪く出ると誰かを責めたくなったり、なんかゆっくりしてる人をつつきたくなったりとか、もっと早くしてって言いたくなったりとかあるんですけど、自分の中にあるこだわりとか怒りっていうものも見ながらそれを消化していけるよっていう時で、とっても心を整えるのはとてもいい時なんですね。それと12月の13日っていうのは射手座で起こる新月なので、この時もね、じゃあ家の中をこうしようとか、もしくはこういう状態に整えよう、状況を整えようとか、自分の気持ちを整理するっていうのが抜群にいい時なんですけど、もう一つ12月13日以降っていうのは来年の1月2日まで水星が逆行しまして、水星っていうのはビジネスとかコミュニケーションとかスケジュールとかですね、流通関係を表しますので、そういったことで少しね混乱や何か調整っていうのがあったりするかもしれないので、できたら12月の前半にいろんなビジネスの段取りとか予定とかは決めてしまう方がいいかなっていう気はします。ただすごくね、もう12月の5日以降コミュニケーションも良くなるし、人との関わりはとても良くなるし、今まで少しこだわりを持っていたものに対してもう少し動きも出てきますし、なんだか自分で自分を今一生懸命整えてるんだっていう感じがしますね。そういうのうまいですもんね、乙女座の皆さんね。自分で自分をきちんと整えるっていう感じかな。で、そうこうしてるとやはりそうですね。特に12月の5日以降強くなってくると思うんですけど、とっても嬉しいことがあるって感じがして、
なんか豊かだなみたいな、嬉しいなとか、自分って本当に幸せだなとか、大事にされてるなとか、これが好きだなみたいな、そういう愛情がすごく溢れてきてるんですね。でこれは妊娠してるカードでもあるんですけど、まるで妊婦さんのように自分の中に愛しい愛しい何かがある。それがまさに生まれようとしている、自分の中で温めている思いがあるみたいなのもありますし、その後ね、不可能を可能にするのは愛だみたいな、すごく自分から強い愛情や強い意志っていうものが出てくる感じがするんですね。これとてもいいです。なのでこれは特に人間関係はものすごくいいでも多分それってなんか甘やかされていいっていうだけではなくて、ちょうど土星の学びとしてね、人間関係に真剣に向き合いましょうっていうのがあったので、これまで人に対して一生懸命やってきたとか、ちょっと嫌だけど我慢してきたとか、怖いけど向き合ったっていう、その結果としてこの人間関係の良さっていうものがあるんだなっていう感じがします。ですごくオラクルもね、もう本当に人間関係がバッチリいいですっていう感じで言われているので、穏やかな関係性、これは友達同士でもいいし、パートナーでもいいし、ビジネスの関連でもいいし、とても満たされた感じですね。これはちょっと乙女座の皆さんにとっては珍しいかもしれませんね。基本的には細かいところに目がいって100% 満たされるっていうのはなかなか難しいんですけど、でも 100% に近いぐらい満たされるなっていう感じがあります。で強いてあげるとなんですけども、他者は褒めつつ自分を責めるっていうのがありがちだと思うんですね、乙女座の皆さんね。でも本当は他者を褒めてるってことは、自分の中にもその要素があるし、自分を責めてても自分を責めるのが自分で自覚しにくいから他者を通して他者を責めたくなるっていうこともあったりするので、もし人間関係において誰かに対してちょっとイライラするなっていう気持ちがあるとしたら、何をそんなに焦ってるんだろうっていうふうに思ってみてほしいんです。もうすごく豊かなのにみたいな全然そんなに愛されるために必死に何かをこなさなければいけないわけでもないし、今までやってきた自分で十分誇りを持って自信を持って、そのままで自分愛されてるんだって思えたりとか、別に完璧じゃなくても自分は誰かのことをすごく愛しいと感じたりとかっていう動きがあるので、すごいなんかリジットなね、きちんとしたこうでなければいけない、ルールを守らなければいけないみたいな意識をちょっと緩ませてくださいって感じがします。ちょっと緩ませてください。こうしなければ愛されないという条件付けは今はいらないって感じです。すごくいいですね。なんかどんな嬉しいことがあったのか、よかったらコメントで教えてください。なんか可能性が開けてくる感じがすごくします。はい。ちょっとここまでにしとこうかな。ビジネスにおいても今まで止まっていたこととか、ちょっと保留になっていたこととかですね、まだまだこうしなければ進まないなと思っていたことが一気に広がるっていうか、生まれるみたいな、これでうまくいくっていう見通しが立つって感じがして、すごく幸せな感覚があるので、その幸せな感覚にぜひ浸ってください。お友達ともね、すごいいい感じで、いろんな人ともつながって喜びをシェアしてる感じがします。はい、ということでここまでしときますね。また次回お会いしましょう。いい時間をたっぷりと感じてください。今回もご視聴ありがとうございました。失礼します。